はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。2025年は全部で80本くらいのレビュー動画を作ったんだけど、その中から特に印象深かった25台の有線モデル、プラスアルファで振り返っていこうかなと思ってるんだ。1本の動画制作に約20時間かかってるわけですから、80本って改めて聞くとすごい数ですし、今年も大変でしたね。その中から選ばれた精鋭たちとなると、どれも一筋縄ではいかない個性派ばかりになりそうです。2025年だから25台にしたんだろうけど、数が多いんでダイジェスト形式でいくよ。音質や測定データの解説はそれぞれの過去動画をチェックしてね。有線モデルに行く前にちょっとだけワイヤレスモデルも振り返ります。数本しかレビューしていないけど、ワイヤレスモデルではイヤーファンエアープロ4プラスとサウンドピーツエアー5プロプラスが特に印象に残っている。ドライバー素材の進化や有線モデルっぽいチューニングで満足度は高かった。制作時の都合でワイヤレスモデルにはちょっと苦手意識があるんだよ。音収録の際、ノイズが乗って取りづらかったり、左右の発音タイミングが微妙にずれたりすることがあって、膨大な時間を費やしては疲れ切るというパターンでしたね。でもこの2モデルはスムーズに作業できたんで、通信性能の向上の結果なのかなと思ってる。でも今年一番装着時間が長かったのはオープンイヤーモデルなんだよね。そうなんだ。イヤーファンクリップとエースファスト、エースクリッププロ。これ本当に装着してるの忘れちゃう時がありますね。低音の出方が心配でしたけど、特に気にならないほどしっかり出ていました。音質進化していますね。音質を犠牲にして利便性を優先させるなんてって思っていたけど、使ってみたら結構しっかりした音質で、テレビドラマの視聴やウォーキングの時ならこれで十分。そうだね。詳細は過去動画をチェックしてみてね。さて、ここからが本番です。まずはイヤホンの基本 1DT モデルからいきましょう。1000円台の常識を覆す驚異のエントリー基準機 TRN-MT5。エントリーモデルでもいいバランスだと思えた納得の1台。安かろう悪かろうを過去にする丁寧なチューニングだったね。低価格で味わうベリリウムメッキ振動版のキレ ND オーディオプラネット。これ正直見た目でちょっと損してる感があるんだけど、その分音質とのギャップが結構あって、一度聞くと評価がひっくり返る面白さがあった。CCA 流 1DT で挑む究極のシンプル美 CCA フェニックス。最近レビューしたばかりで記憶に新しいフェニックス。刺さりを抑えつつ芯の強さを残した明瞭なエッジ感が特に印象に残ってる。1DT の良さを再確認させてくれたね。名前通りの透明感、低価格帯に現れたビヨン系の新星ナイス HCK ティアーズも綺麗だったよね。ジャックさんが独特の低域の雰囲気って言ってたけど、私もあのアタック感好きだな。そうだね。ウッド筐体が奏でるぬくもりと改造感の融合シブガチュエ UTG。 見た目の工芸品のような美しさに負けない繊細な響きが印象的だった。チュエオリジナルよりクールな傾向で芯のある改造感が見事。よどみのない高改造感トポロジー振動版の底力レッドシュアー DX1。 トポロジー振動版の効果だろう。音の純度がすごく高い。派手さはないけど 1DT らしいつながりの良さとクリアな空間表現が両立してたね。3種のチューニングノズルで音を磨く変幻自在の 1DT 男子ジムフォーラ。ノズル交換で自分好みのバランスに追い込めるのがフォーラの魅力。それとピュアという言葉がふさわしい透明感のある音質。1DT の次はやっぱりこれを見逃しちゃダメでしょ。 DD 増殖マルチ DD 勢だよ。 KZ のモデルたちですね。スイッチで分ける低音好きをうならせるキャスターの進化系 2DT のキャスタープロ。3つの心臓を持つ怒涛の迫力とパワフルサウンド 3DT のベーダープロ。そしてついにここまで来ちゃった5つの DD が共鳴する驚異のタドラモンスター DZ。 1DD で培った技術を物理的な数で押し切るような KZ らしい挑戦的なモデルたちだったね。確かにキャスタープロはキャスターオリジナルよりサイズがちょっと大きめで、チューニングの傾向も当然変わった。詳細は過去動画でチェックね。7Hz の5も 5DT 構成だけど DZ はそれを低価格で実現したのよね。 KZ が数の限界に挑んだ執念を感じるような1台ね。ここに登場したマルチ DD モデルはどれも良かったけど、ベーダープロを聞いた時のインパクトが印象的だったな。好みとマッチしたからだろうね。さあ、ここからは異種格闘技戦。異なるドライバーが火花を散らすハイブリッド構成のエリアだよ。まずはオール金属ボディの重厚な質感が光る 1DT プラス 4BA CCZ CZ10。 スチームパンクを彷彿とさせる緻密な歯車デザインが目を引くよね。亜鉛合金のフルメタルボディならではの合成感と、このメカニカルな見た目に負けない硬質でキレのあるバランスの良い響きが魅力的な1台だよ。続いては 2DT プラス 2BA の調和滑らかな音のつながりカファインプラティオ。
徹底的にクールな聞き心地を追求したような職人肌の音。この自然な音の広がりはまさにクワキオ。4つの調和の名にふさわしく、3つのチューニングノズルで音のバリエーションも多彩。計8ドライバーが奏でる情報量の洪水に溺れる快感 KB やケフェウス。 2DD プラス 6BA が奏でる音の情報量の多さが心地いい。一つ一つの音が緻密にレイヤーのように重なり、全体としてすごく深みのある音響体験ができたよ。アイソバリック対抗配置 2DD の衝撃と5つの BA を積んだ G ガートが放つ圧巻のフラッグシップ感 G ガートアルカミス。低域は波形で見るより重く、でも全体ではとてもバランスが良くてかなり好印象だった。この沈み込みと分離感の両立はさすが G ガートだね。はい、お次は DD と BA じゃなくて DD とプレーナーが手を組んだ 1DD プラス1プレーナー構成 KZ ディオニック。平面駆動をより身近に超小型ユニットフラックス3が放つ緻密な響きは KZ の平面駆動技術もついにここまで安定した音作りになったかという感じ。 DD の力強い押し出しと平面駆動の繊細な響きがいい感じのバランスで刺さりもほとんどなく聞きなじみの良いサウンドに仕上がっていたね。一方こちらは 3DD プラス1プレーナーが織りなす未知の響き TRN シェル。3つの DD とプレイナーを組み合わせるというすごく攻めた構成だね。 DD らしい厚みのある層の上に平面駆動の緻密な音が重なって TRN の新しい挑戦を感じる独創的なサウンドは価格以上の音を引き出していたと思う。はい、ここからはトライブリッドエリアだよ。まずは DD、BA、プレーナー3種の融合が生む圧倒的リアリティ EPG-P50。異なる素材のつなぎ目が気にならない EPG のチューニング技術はさすがだね。BA の確かな改造感を軸に平面駆動の繊細さと DD の力強さが絶妙にブレンドされていてすごく欲張りな聴き方ができる1台だよ。 P50 好きだな。次は MPD マイクロプレイナードライバーを隠し味に幻想的なサウンドステージを描くセレスト役者も好きなんですよ。私もだよ。平面駆動を組み合わせて音を整える手法がすっかり定着した感じ。構成だけ見ると複雑だけど出てくる音は極めて上品。MPD ならではの繊細な広域の伸びが心地よくてすごくまとまりの良いサウンドステージを楽しめたよ。なるほど。続いては 2DD、2BA、1プレイナー3種の神器が叩き出す衝撃パンチオーディオマルティロ。ベースヘッド向けでありながら広域もしっかり出すのが特徴で、マルティロはスペイン語でハンマー。ガツンとくるエネルギーに満ち溢れたパワフルなサウンドが聞いててワクワクしたね。そうでしたね。そしてレビュー時にジャックさんがかなりの好印象に感じたナイス HCK ロッキーズ静電型 DST が導く高音域の極北へと至る一品はまさにハイエンドの輝きでした。ナチュラルで改造感分離感が秀逸。一聴しただけだと地味に感じるかもしれないけどじわじわくるんだな。これが次はフル BA だよ。フル BA は KZAM16 だけだね。16BA という物量を完璧に手なずけ BA の旨味が詰まった濃厚な響きで音のつながりがスムーズ。 KZ には同じくフル BA のソナタが上の価格帯にいて個人的に結構お気に入り。ソナタは BA を厳選して高い完成度でまとめ上げた質の高さが魅力。一方 AM16 は16個の BA が織りなす圧倒的な情報量をうまく制御し、それをソナタよりとリーズナブルな価格帯で実現しているのがすごい。最後は平面駆動プレイナードライバーモデルです。平面駆動ブームの火付け役が正当進化を遂げた第2世代 7Hz タイムレス2。衝撃を与えた初代から低域の沈み込みと全体のつながりがさらに洗練されたね。平面駆動らしい圧倒的な改造感はそのままにより音楽としての完成度を高めてきた正当な後継機。デザインもいいし3つの違った素材を使った調整ノズルも良かった。ケースデザインをフェイスプレートのデザインに合わせたっていうのも素敵だね。ほんとね。次は同じく 7Hz のプレイナーモデル兄弟機ディバイン、ディアブロ。伝説の再構築、平面駆動の限界に挑むプロの音作りの結果2つのモデルとして登場。空間の広がりと一つ一つの音の立ち上がりの鋭さが両立してる。ディバインは中広域以上が特徴、ディアブロは低域重視。どっちもいいけど最近よく聞いてるのはディアブロだな。両方買うのは予算的に結構厳しいけどね。そうなのよね。レッドショアー S12 ウルトラは名機の集大成。平面駆動イヤホンの完成形がここにといったプレイナーモデルを広く知らしめた S12 の最終形態。鋭い広域を微調整しより聞きやすくなった印象。というわけで2025年を振り返って25台プラスアルファを紹介してきたけどどうだった？どれも個性的でオーディオの進化が止まらない印象だったわ。そうだね。ドライバーの構成も素材もどんどん多様化していて私たちを飽きさせない。来年も皆さんの耳に寄り添う最高の1台に出会えるお手伝いができるよう新しい音を届けていければいいね。
今年も1年、私たちの動画をご視聴いただき、本当にありがとうございました。皆さんの応援があったからこそ、約80本のレビュー動画の制作を完走することができました。2026年も皆さんのオーディオライフが最高の音楽で満たされますように。みんな、ありがとね。来年もまた、新しい音との出会いを一緒に楽しもうね。それでは皆さん、良いお年を。また次の動画でお会いしましょう。